こんにちは、ぴょんです。前回ご好評をいただきました海外旅行の総旅費公開シリーズ。何をしていくらかかったのか一つ一つご紹介いたします。今回はオーストラリア編。シドニーを中心に5泊7日の旅をしました。オーストラリアは南半球にあり、日本とは季節が真逆です。真ん中あたりに東経135度線が通過しているため、日本と同じような経度であることがわかります。オーストラリアは国土面積が日本の20倍で、ヨーロッパに匹敵するほどの広さです。どこへ行くとしてもまず最初に確認することは、ビザが必要かどうかとパスポートの期限です。コロナ明けで旅行者が増えて、パスポートセンターがものすごく混み合っているそうですので、もしパスポートの期限が切れていたら早めに手続きすることをお勧めいたします。ビザについては在日の大使館など公的なところのホームページで最新情報を確認した方が良いと思います。オーストラリアはすべての外国人渡航者にビザの取得が義務付けられており、観光の場合は ETA をスマホアプリで申請します。スーツケースはレンタルしました。羽田空港は第1、第2、第3とターミナルがあるうち、第3ターミナルが国際線のターミナルです。羽田空港はイギリスのスカイトラックス社の世界格付けで、世界で最も清潔な空港として8年連続世界一に輝いています。今回飛行機は ANA のビジネスクラスを利用しました。夜便は夜景が綺麗に見えますね。フルフラットで快適に就寝。シドニー上空に差し掛かり、映画や写真でしか見たことのない景色を目の当たりにし、ボルテージは最高潮。無事にシドニー国際空港へ着陸しました。地上に階段で降りてバスでターミナルへ移動するスタイルです。シドニー空港到着ロビーにある両替所で1万円をオーストラリアドルに両替。オーストラリアの紙幣は防水です。空港からホテルまでは事前に車を手配していました。シドニー空港から約 190km の距離にあるハンターバレーへ。ハンターバレーまでの交通手段は通常車となります。もっと価格の低いタクシーを探すこともできますが、長距離のドライブのため上質なハイヤーをお願いしていました。地層のような壁がそこら中で見れます。うたた寝をしているとあっという間に景色が変わっていました。お値段は張りますが、ハンターバレーへ行くという決断も、上質なハイヤーを依頼したことも大正解でした。本日から3泊4日お世話になるスパイサーズゲストハウスに到着です。今回はハンタースイートという一番上のランクのスイートルームに宿泊しました。心が落ち着く控えめなトーンのインテリアで、ホテルの随所でセンスの高さを感じます。私の高校時代の後輩がオーストラリアに住んでおりまして、彼女が私に全力でおすすめをしてくれたおかげで、このホテルを知ることができました。環境、ご飯の美味しさ、接客の優しさ、清潔さ、何もかもが最高です。ホテル
の詳しいご紹介は別の動画にまとめておりますので、この動画の終了画面と概要欄にリンクを貼っておきます。毎日の夜ご飯は近場の有名なレストランを何ヶ月も前から予約していました。ハンターバレー初日はレストランボタニカです。こちらのレストランは同じスパイサーズグループのホテルスパイサーズビンヤーズエステートの中にあります。ワイン選びも楽しみの一つ。この土地を代表する品種セミヨン、酸味がシャープでミネラルしっかり。プロセッコは洋梨のような香りで穏やか飲みやすい味わい。オーストラリア初日に乾杯。色とりどりの新鮮なお野菜は自家農園で収穫されたもの。下にフムスが隠れています。パンがとっても柔らかくもちもちで、この最初の2皿だけで高品質なレストランだと確信しました。お料理は3品のコースをお願いしました。前菜、メイン、デザートを1人1品ずつ選択できます。牛肉のタルタルは甘みのあるソースの中にほんのりとピリ辛感があり、とろっとした柔らかいお肉とサクサクしたチップスのコントラストが素晴らしいです。前菜の選択肢の別のものでグリルしたタコと黒ニンニクのソース、こちらもレベルの高いお料理でした。ハンターバレーで作られたロゼと赤を注文。ワイン作りの盛んな土地っていいですね。私がメインディッシュに選択したのは皮目をカリッとソテーされたタラのロブスタービスクがけ。しっとりとした火入れとちょうど良い塩加減で完璧です。お野菜とマッシュポテトも極めて美味。BMS というのはどれだけサシが入っているかに比例しているようです。甘みと酸味の鮮やかなルバーブ、フリーズドライされたリンゴ、クリーミーなアイスとクランブル、すべての相性が最高です。黒糖のムースとチョコレートフィナンシェ、ナッツとドライフルーツが散らしてあります。美味しさが約束された組み合わせです。素晴らしいレストランでしたので、チップで 10% お付けしました。帰りはウーバーで帰宅。オーストラリアで迎える初めての朝。あまりにも美しい景色を前に夢中でシャッターを切りました。ホテル編の動画ではカバレリアルスティカーナの感想曲に乗せてこの美しい朝影をお見せしています。ピンと張り詰めた冬の朝にこんなにも暖かいあけぼの色が地上に現れ、心が震えるほど感動しました。お部屋に戻りコーヒーを飲みながら1時間ほど動画の編集を進めていきます。9時過ぎからゆっくり朝食タイム。本日はこの土地ならではの予定を入れています。ホテルから 2.3km 先30分ほど歩いてハンターバレー屈指のワイナリーティレルズにお邪魔します。旅行先ではその場所の匂いや景色をじっくり体感しながらできる限りどこでも歩いて移動するのが好きです。地平線まで見渡せる広大な土地に心が解放されます。ティレルズワインズに到着です。フラッと訪れて少しテイスティングをしたりワインを購入したりもできるかもしれませんが、今回私は日本から事前にネットで訪問を予約していました。
他のお客様がカウンターでテイスティングをしている中、プライベートルームへと案内されます。その名も VIP Premium Tasting Experience。オーストラリアで最も歴史の古い家族経営のワイナリーの一つであるティレルズ。ワイナリーへ来ることで160年以上続くティレル家のワイン作りを肌に感じることができます。このテイスティングコースでは、ティレル家のプライベートセラーに保管されている厳選されたワインをスタッフの方が私たちのためだけに一つ一つ丁寧に説明をしてくださいます。きちんと説明を受けてするテイスティングは見える世界が全然違うのですよね。ワインは土壌や気候などの地域性が非常によく反映されます。同じ作り手、同じ畑のワインで異なるヴィンテージを比較する垂直テイスティング。同じ品種、シラーズでも土壌によって全く異なる味わいを知る畑違いテイスティング。何のワインか情報は伏せられ、何かを当てるミステリーテイスティング。全部で17種類をテイスティングし、まるでワインだけでできたフルコースをいただいたかのようでした。どれも美味しくて、しかも担当の方がとっても親切にご説明してくださり大満足です。いろいろワインを購入しました。ティレルズを代表するバッドワンセミヨンは5500以上のメダルと330以上のトロフィーを獲得しています。ワインが重いのでさすがに帰りはタクシーで帰りました。ハンターバレーの冬の夕方はとてもロマンティック。9月から11月はお花が景色を彩る春。12月から2月はブドウがなり活気づく夏。3月から5月は紅葉で染まる秋。四季それぞれ美しい大自然を楽しませてくれるところです。この地のお馬さんはみんなお洋服を着ています。今夜もレストランまで歩いていきましょう。片道 5.1 キロ、1時間ちょっとの道のりです。オーストラリアには人間の2倍の数のカンガルーが住んでいます。ハンターバレーでの滞在中はカンガルーがどこかにいないかずっと探しながら歩いていましたが、意外といつでも見れるというわけではなく、朝晩の明るくない時間帯に見かけることが多かったです。この道を曲がればレストランまでもう少し。あ、ぶどう畑にカンガルーを見つけました。カンガルーって危険なんでしょとよく聞かれますが、私が出会った限りではみんな周囲の音を敏感に察知して人間から素早く離れていきます。今夜ディナーをいただくのはこちら、サーカ AD76 という名のレストランです。おとぎ話の中に迷い込んだかのような可愛らしい外装に心が躍ります。サーカはラテン語でおよそ何年頃という意味の単語ですので、1876年頃に建てられた建物だったりするのでしょうかね。ランチは2品コース85ドル、ディナーは3品コース115ドル。3品コースは前菜、メイン料理、デザートから1人1つずつ選びます。ワインリストも充実していて、地元産のワインもたくさん揃っています。メニューに記載がなくても、パンとちょっとした先付けが出てくることが多いです。
こちらは生ハムとカッテージチーズにバルサミコ酢がかかったもの。実際に注文した前菜をご紹介いたします。こちらは豚バラ肉のコンフィ。スモークした人参ピューレと味噌を合わせたソース。この土地の伝統野菜、在来種の人参のキャラメリゼ。私が選んだのは半生に仕上げたホタテのソテー、ポルチーニ、焦がしネギ、ローストしたセロリアークとトリュフのピューレ。完璧に美味しかったです。メイン料理はこちら。じっくり火入れしたアンガス牛のテンダーロイン。オーストラリアで育てられたアンガス種です。私が選んだのは天然の笛内の焼き物。自家農園で収穫されたお野菜もあり嬉しいです。テーブルを担当してくださったスタッフの方との会話の中で、私たちは日本から来ていて、今日がオーストラリア2日目ということをお話ししたら、こんな素敵なプレートをご用意してくださいました。焦がしとお口直しのグラニテの後にデザートが続きます。世界中のシェフから高い支持を受けているマンジャリチョコレートを使ったチョコレートテクスチャー。私が選んだのは桃とパッションフルーツのパンナコッタ。お料理は美味しく、接客が親切で雰囲気が抜群。素敵なレストランでした。帰りはウーバーがマッチングせず、お店でタクシーを呼んでいただきました。今夜も星が美しく、天の川が綺麗に見えています。おはようございます。本日も最高の日の出でした。ホテルの朝食について詳しい内容はスパイサーズゲストハウスの動画をご覧くださいませ。朝食でお腹がいっぱいになったので、ホテルの近くをお散歩したいと思います。静かな草原にはよくカンガルーたちが立っています。ホテルへ戻ってきました。プールサイドで少し動画編集を進めます。今日もお天気が良いですので、ディナーを予約しているレストランまで1時間半ほど歩いていきます。昨夜のレストランよりも先にあり、1.5 倍ほど長い距離です。美食の街ハンターバレーでナンバーワンの呼び声が高いミューズレストランです。予約時間を5時だと思っていたら営業が5時半からでした。キツネとカンガルーのお出迎え。左側はドリンクのペアリングメニュー、右側がお料理のメニューです。まずは一つまみの先付けからスタートです。パンケーキのような食感の甘い生地の上にイクラとチーズ、揚げ餃子のようなカリカリの生地にビーフ、粉状にしたマカダミアナッツのかかったホイップバター。もちろん地元産のワインを注文。オプションで牡蠣を追加しました。味付けは全部で3種類。発酵唐辛子酢と青りんごのレッシング、炭火で炙った鰹節バター味。コース1品目は生のキハダマグロや小角に切ったキュウリにスモークしたトマトのお出汁をかけたものです。こちらもオプションで追加したお料理です。ハンターバレー産のうずらの卵を伝統品種の豚ひき肉で包んで揚げたスコッチエッグ。
少しピリ辛でトリュフとガーリックの風味がして絶妙な火入れ。最高です。美味しいお料理の数々にワインが進みます。続いてはブルーチーズとコーンを詰めたアニョリョッティパスタ。コーンのクリーミーな甘さと自家製チョリソーのスパイシーさが相性抜群です。後半のお肉料理に合わせて赤ワインを2種類注文。リトルヒル農場の鶏肉、焼きナスのバター、ローストした玉ねぎ。玉ねぎ一つとっても美味しいのですが、やはり鶏肉の火入れと味付けが秀逸です。メインディッシュは低温でじっくり火入れしたアンガス牛のトモサンカク。お肉の身が柔らかくて脂はくどくなく、昆布塩のかかった地元産のキノコとお出汁と合わせたひよこ豆クリームの組み合わせが素晴らしいです。照明を落としたムーディーな店内にキャラメルの香りのキャンドルと暖炉の音、洗練されたお料理と常に笑顔の接客、絶大な人気を持つ理由がよくわかります。お口直しに凝縮された濃いバニラヨーグルトとエルダーフラワーのジュレ。モクテルのミューズウェイはパイナップル、柚子、アニス、乳製の温かいモクテル。モクテルはノンアルコールカクテルの意味です。デザートはトンカ豆とホワイトチョコのクリームに秋リンゴと柚子の酸味、ヘーゼルナッツの香ばしさが合わさった一品。パイが何層にもなっていてサクサクしています。最後に焦がし、クランベリーゼリーとチーズキャラメルチョコレート。また絶対に来たいです。ごちそうさまでした。レストランで呼んでいただいたタクシーでホテルまで帰ってきました。ハンターバレー最後の夜、お風呂に浸かって癒されたいと思います。ヒマラヤのバスソルトを投入。毎晩天の川が見れるほど星空が美しいです。おやすみなさい。おはようございます。カンガルーたちがお庭に来ているのがお部屋から見えたので、急いで外へ出てきました。カンガルーは前にのみ進むことができるので縁起が良く、オーストラリアの国章にも描かれています。なんて美しい景色なのでしょうか。休日だからか、たくさんの気球が空を飛んでいます。名残惜しいですが、最後の朝食です。夢のような景色ですね。絶対また帰ってきたいと思います。今日から宿泊するホテルが見えてきました。後半2泊はシャングリラホテルシドニーでお世話になります。木製のカードキーは高級感がありおしゃれですね。シャングリラホテルに初めて泊まったのは10年前にフィリピンのボラカイ島でした。そちらが素晴らしくて、それ以来シャングリラホテルに良い印象を持っています。アメニティは歯ブラシ、コットン、ヘアゴム、シャワーキャップ。石鹸はオーストラリアのブランド。海外で歯ブラシがあるのは珍しいですね。
引き出しの中にはドライヤー、替えのトイレットペーパー、サニタリー袋。シャワーは固定式です。この大理石の壁には化石をたくさん見ることができて面白かったです。ベッドルームをご案内いたします。ベッドはセミダブルサイズが2台。オペラハウスが鎮座した港の景色がなんとも素敵ですね。ウェルカムフルーツです。ミニバーは様々なものが置かれています。カップラーメン、コーヒー、紅茶、ポテトチップス、ナッツ、クッキー、ワイン。各種グラス類。お湯を沸かすケトル。冷蔵庫の中身もびっしり詰まっています。お菓子もお水もすべてのものが有料です。実はこの日、シドニーである特別な予定があり、お昼も夜もそちらで過ごしていました。6日目7日目とシドニーの魅力を徹底的にご紹介してまいります。おはようございます。朝食会場は36階のレストランアルティチュードです。ハーバーブリッジとオペラハウスを一望できる絶景レストラン。前菜やサイドメニューなどはビュッフェ方式で、メインの温かいお料理はオーダー制です。オーストラリアンブレックファスト、ポテトロースティー、チョリゾーボール、フレンチトースト、ワッフル、エッグベネディクトの6種類から選べます。エッグベネディクトはハムかサーモン2つの選択肢が用意されています。カフェラテが美味しく、しかも親切におかわりを聞いてくださいます。ブッフェの時は自分で食べるものを決められるので、なるべく健康的なものを取るように心がけています。タンパク質多めで糖質少なめにしたいところです。中華系の焼きそばだけは誘惑に負けましたが、思った通りとても美味しく満足です。栄養をしっかり摂取。美味しい朝食でした。旅先でウォーキングをすることが大好きですので、本日はシドニーの港から船でビーチエリアへ行き、海沿いを観光しながら歩きたいと思います。この今から出発するシドニー市街地の港の名前はサーキュラーキー。ハーバーブリッジとオペラハウスに挟まれた入り江になっているエリアです。サーキュラーキーは世界三大美港に選ばれています。今回行くマンリー以外にも様々な路線があり、タロンガ動物園や湾内の小さな島などへもフェリーで行くことができます。オペラハウスは人間の創造的才能を表す傑作として世界文化遺産に登録されています。建築家ヨーン・ウツソン氏はみかんを剥いた時の皮の形から着想を得てこのオペラハウスを設計しました。この特徴的な形の屋根は全て合わせると球体になると言われています。ハーバーブリッジは1923年に工事を開始し、9年の歳月をかけて1932年に開通。全長1149メートル、最高地点は134メートル、世界で2番目に大きなシングルアーチの橋です。船に揺られること20分。マンリー埠頭に到着です。
埠頭から数分歩くと有名なマンリービーチへ出ます。1788年1月、アーサー・フィリップ率いるイギリス海軍が入植。最初に開拓が始まったのがこの辺り一帯のエリアです。オーストラリアは5万年以上前からそこで生活を営むアボリジナルの人々の土地でした。植民地として開拓したイギリス人はマンリー周辺で対立した先住民を捕らえます。その捕らえられた先住民たちが騒いだりせずに沈黙を守っており、彼らの誇り高き態度からこの場所が男らしいマンリーと名付けられました。アボリジナルは個別の民族名ではなく、オーストラリア大陸の先住民の総称で、入植以前は350以上の民族が暮らしていたと考えられています。ちなみに私は今マンリー埠頭からマンリービーチを通り、フレッシュウォータービーチまでやってきました。ハワイ出身の有名なサーファー、デューク・カハナモクが自分で木材からサーフボードを作り、オーストラリアで初めてサーフィンをしたのがこのビーチです。オーストラリアの人々が初めてサーフィンというものを目にし、ここからオーストラリアのサーフィンの歴史が始まりました。可愛らしい海辺のホテルではお昼間からテラスでみんなワインを飲んでいてすごく良い雰囲気で、この海側のエリアにお宿を取って滞在するのもいいなと思いました。高級なお家も見どころの一つ。歩きながらどんなお家がいいかなと想像が膨らみました。ディナーの時間に間に合うように道を折り返し、帰りは海沿いではなく一つ内陸の道を歩いてみました。マンリー埠頭に帰ってきました。クレジットカードのタッチで公共交通機関を利用でき便利です。日本でいうスイカのようなチャージ式のオパールカードというものもあるのですが、今日このフェリーの往復しか公共交通機関に乗らないことをフェリーの乗り場にいらっしゃった案内人の方にお伝えしたら、クレジットカードの方が良いと教えてくださいました。残高を気にしたり、チャージした分を使い切るということをしなくていいので、今回の私のようなあまり公共交通機関に乗らない旅行者の方は、クレジットカードの方が総合的にお得かもしれません。だんだんとシティエリアが見えてきました。シドニーはオーストラリア最大の都市で、政治や経済の中心となっています。ところで、オーストラリアの首都はどこでしょう？答えはキャンベラです。今宿泊しているシャングリラホテルも見えてきました。36階建て全563室、抜群の立地ですね。滞在しているこのダロークスというエリアは、開拓時代の面影を残す石造りの街並みが広がり、レトロでおしゃれな雰囲気です。一旦ホテルに帰って少し休憩してからディナーのために街へ出てきました。毎年5月下旬から6月にかけてプリベッツ・セッニーという光と音楽と食とアイディアの祭典が行われています。こちらの建造物はニューサウスウェールズ州の歴史的遺産として登録されているキャンバーズ・ストアーズです。170年以上の歴史を持つジョージアン様式のこの建物で本日のディナーをいただきます。
1788年にオーストラリアに上陸した第一船団へ敬意を表した内装です。シックスヘッドという店名の由来についてはまた後ほどお話しすることといたしましょう。まずはビクトリア州のピノグリと南オーストラリア州のリースリングで乾杯。アラカルトで注文したものをご紹介いたします。シドニーから 450km ほど南にあるメリンブラという地域で採れた最上級の牡蠣。その味の良さと希少さからキャビアオイスターとの異名を持っています。小さな身にぎゅっと旨味が詰まっていて味が濃いことが特徴で、レモンを絞って少しだけタバスコを垂らしていただきました。XO オージャンバターで味付けされた大きな車エビ。濃厚なビスクのような味にバターの香りと唐辛子のアクセントが加わりやみつきです。南オーストラリア州のシラーズとニューサウスウェールズ州のロゼを注文。オーストラリアにいらした際は牡蠣と並んでロブスターも必食です。炭火で焼いたロブスターの隣はイカ墨を練り込んだスパゲッティ。そしてメインディッシュにはブラックアンガス牛のフィレを 300g。付け合わせはマッシュポテトを選択。オプションでマッシュルームソースを追加しました。最後に禁断の果実というタイトルのデザートを注文してみました。シックスヘッドオリジナル6通りのリンゴスイーツです。想像をはるかに超える驚愕の美味しさでした。ごちそうさまでした。余談ですが、お化粧室もおしゃれで綺麗でした。シックスヘッドの店名の由来となった逸話をご紹介いたします。時代は遡り18世紀の終わり頃、ステーキを食べることはとても希少な楽しみで、ほとんどの人にとって手の届かないものでした。1787年5月、フィリップ提督率いる第一船団がポーツマスを出港。カナリア諸島リオデジャネイロへ立ち寄り、1787年10月、オーストラリア前最後の寄港地、希望峰に停泊します。水や食料の補給、家畜や飼料の購入を行いました。その時に雄牛を2頭、雌牛を4頭、合わせて6頭の牛を手に入れ、1788年1月、無事にオーストラリアの地に足を踏み入れますが、到着後、事件が起きます。お昼ご飯を食べている間、牛から目を離した隙に、6頭すべての牛が逃げてしまったのです。何度探しても見つからず、とうとう牛は諦めることになりました。その8年後、シドニーから130キロ内陸の土地で100頭もの牛が発見されました。あの時に脱走した牛は生き残っていただけではなく、人の手を借りずに繁栄していたのです。オーストラリアの豊かな自然環境が牧畜に適しているということが分かり、今日では最高級のステーキを食べられるようになりました。今夜はドローンショーが行われており、ホテルのお部屋からとてもよく見えました。明日の夜便へ日本へ帰国しますが、その前に面白いアクティビティをします。目覚めた時のこのお部屋から見える外の雰囲気が好きです。朝食会場へやってまいりました。休日はレストランへ入るのに並ぶほど混んでいますが、さすがに平日はそのようなことはありません。まずはコーヒーを注文してメイン料理を選び、ブッフェを取りに行きます。
私が選んだのはこちらのメニュー。またしてもエッグベネディクトとギリシャヨーグルトに様々なナッツ、ハードチーズ、ドライトマト、チャーハン。メイン料理でフレンチトーストを頼んだ場合はこちらが来ます。華やかでボリュームがありますね。最上階にあるこのレストランからの眺望は素晴らしく、世界有数の美しい景色を楽しむためにどの面もガラス張りになっています。朝昼晩ご飯やアフタヌーンティーの営業もしていて、宿泊者でなくても利用可能です。ホテルをチェックアウトして次の予定のために10分ほど歩きます。おそらく日本でいうカラスくらいの位置づけで、シドニーではあちらこちらで見かけるこの鳥、トキなのです。日本では保護されている希少な鳥ですが、こちらではビンチケンと呼ばれています。オーストラリア最後の目的地に着きました。世界で2番目に大きいシングルアーチの橋、ハーバーブリッジの上を登ります。様々なコースがある中からサミットというツアーを選びました。1332段の階段とはしごを登り、3時間かけて頂上まで行って帰ってきます。安全のため所持品はすべてロッカーへ預け、専用のスーツへ着替えて命綱と無線を装着し、14名の参加者と1名のガイドさんと行動します。登りながらガイドさんがずっと歴史や文化について説明をしてくれますので、楽しくて大充実なアクティビティでした。空港まではウーバーをお願いしました。シドニー市内と空港間は電車やバスも通っていますので、費用を抑えたい場合はそちらがおすすめです。飛行機の出発時刻は20時55分。3時間前に空港へ到着しました。あとはもうラウンジでご飯を食べたりシャワーを浴びたりして、飛行機に乗って機内食を食べたら寝るだけです。 ANA の空港ラウンジはシドニーにはありませんので、同じスターアライアンスのニュージーランド航空のラウンジを案内されました。ちなみに現在のところ海外で ANA ラウンジがあるのはホノルル空港のみです。シャワーでさっぱりありがたいです。オーストラリアはきっと良いところだろうなと予想はしていたのですが、お食事、自然、人々が素晴らしくて、衛生や治安の面も全く問題ありませんでした。時差が少ないことと直行便が就航していることも都合が良いので、また近々来たいと思います。皆様もこの動画をご覧になってここ行ってみたいというところがございましたら、ぜひコメント欄で教えてくださいね。送料費は日本円で223万3385円でした。このチャンネルでは様々な旅の動画を投稿していますので、ぜひもう一本ご覧になっていってください。
チャンネル登録、高評価、インスタグラムとツイッターのフォローも嬉しいです。最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。